こんにちは。3starter.jp の大野です。今回はですね、値動きは最後ギャンブルだっていう話をね、したいと思います。で、こう言うとですね、怒られちゃうかなとは思うんですけど、ポジショントークなのか、結構ギャンブルではないっていう主張って多いと思うんですが、トレードが。で、そのロジックをね、まずちょっと洗ってみましょうかね。で、これはですね、トレードっていうのは、勝率とかリスクリワードで、まず検証しますよね。その手法を。で、検証して、そのトレードルールができますよね。で、トレードルールをもとに売買していくので、確率論的に最終的には勝つというふうにできていると。というように設計すると。なので、ギャンブルではないっていうふうに、反論が来ると思うんですけど、今回これ、トレードがギャンブルだとは言ってないですね。値動きがギャンブルだと言っているわけなんです。ちょっと当てはまらないのかなと思いますね。で、どういうことかちょっと解説しますね。で、普段は基本的にレンジ相場じゃないですか。レンジ9割って言われるように、特に株価指数のね、アメリカの株価指数とかなら調子いいことが多いので、トレンドもね、上に発生しやすいんですけど、特に FX ですよね。これもほとんどレンジじゃないですか。一瞬動いて、また戻ってくる。で例えばね、前回やったやつ、前回ご覧になっていればなんですけど、こんなのやったんですけど、右に行くに見せかけて左に行く、左に行くに見せかけて右に行くみたいな感じのものが、値動きにもあるよという話をね、したんですが、これですね、上に行くに見せかけて下、上に行くに見せかけて下と思ったら、まだレンジ、まだドーンってこれ。で、戻るみたいな話をさせてもらったんですよね。っていうぐらいずっとレンジなんですよ。で、ドーンって言って、で、そのドーンって行くタイミングで買わなきゃいけないし、ドーンって行った時に利益確定しないといけないですね。うん。だから、大きなトレンドが発生するっていうのは、時々。で、小レンジを上下するので、利益が出しにくい。で、小レンジなんで、利益も出しにくいけど、上下が結構ね、適当に動いちゃったりするんで、損しやすいってことですね。30分上がって30分下がって、1時間下がって2時間上がってみたいな感じで動いてませんでしたみたいな感じになると、どこで買ってどこで利益確定するかってことをきっちりやらないと、損しちゃいますよね。で、さっきの値動きもね、実際にあったんでちょっと見せときましょうか。この間の配信した後にあったんで、これドル円相場なんですか、2025年8月なんですけども、今はで、その前に、ずっと持ち合いじゃないですか、現実的に。4月からね、7月までずっと持ち合い値幅変わってないですよ。このレンジ、ずっとレンジ。行って下行って上行って下行って上行って下行って、最後、ここのところですね。これもまたレンジに戻ってるんだけど、最後、こうやってやってて、最後ドーンと上がったと思ったら、ストーンって戻ってきたっていう雇用統計。で、またレンジ。これが上下していて、最後ドーンっていくけど、利益確定しないと戻ってきて意味ないよって言ったんですけど、これなんですね。っていうことなんで、現実的に FX ではレンジめちゃくちゃ多いよと。昔とルエンなんかもう何年も持ち合いでしたからね。5年ぐらいだったと思うんですけど。で、なんだけど、動く瞬間が1個だけあってですね、それが指標発表、または要人発言なんですよね。で、指標発表が動くタイミングなのに、指標発表っていうのはすぐ動いちゃうんですよね。大きな変化があると。例えば、利上げします、利下げしますってことだったらもちろん動くし、雇用統計で数値が異常に悪い。これで異常に悪くてドンって戻ってきたんだけど、異常にいいだったら大きく上昇するし。で、じゃあ例えば雇用統計で数値がどうなるかっていうのを前もって知ってますかってことなんですけど、多分ね、知らないですよね。この例としては、さっきの例ね、雇用統計でドル円がですね、3円下落したわけですよ。これ1時間半なんですね。で、うち1円分は発表後の2分以内なんですね。で、我々がその結果をわかるときっていうのは、早くて1、2分後なんだけど、一番早いのが X で経済指標ってね、検索してもらって、
一番最初に誰かが投稿するのを待つってことなんだけど、それでも2分とかかかってるんですけども、分とかじゃないですよ。もう発表した瞬間にもう1円下がってるんです。で、これ知ってる人がいるってことなんですよ。だけど、一般のトレーダーにはそれは知らされていないので、それは取れるわけないよねっていうことなんですよ。知らないんだから。とりあえず1円分は取り逃すと。で、様子見てたらもう30分でも2円下がると。もうちょっと待ってたら、アメリカ時間オープンしたぐらい、もう3円下げ切って終わり。もうこっから入ってももう何もない。上がりもしないし、もうこれ以上下がりもしないから。で、もう3円動いてるわけじゃないですか。で、こういう時に、さっきの例でいくと、東以上では上昇トレンドだったんだけど、これ発表前に売りを仕込むしかなかったわけなんですね。これ今30分足ですけども、ここのところね。月足とか週足ではずっと下落してるあれなんだけど、日足以下ではね、もうずっと4ヶ月間レンジなように、これ一応上昇になるんですよ。上昇相場なんですよ。ここはね。で、その天井で上昇相場なのに、天井で売りを使用発表という危険なタイミングで仕込んでないと取れないんですよ。で、かつ、これ3分足なんですけど、ここも上がってるんですよ。で、24分、27分。ここまで上がってるんですよ。で、発表でドンですよ。これ1分足で見ると、もう2分で下がってるんですよ、ここまでね。で、この後は入りにくいでしょ、これね。ここで入らないといけないんだけど、どういうことがあったんかって確認してやると、もうここまで来てるんですよ。情報整理してると。そしたらもう何もできないでしょ、これ。もうあとこんな感じ。で、この起点を捉えるのは、もうこれギャンブルでしかないわけですよ。どっちかにかけるしかない。上昇トレンドだから買うのか、それとも雇用統計の結果がもう悪いっていうのは分かってるから売る。もう悪いっていうのが分かってるから売るっていう人が売ってるからこうなってるわけですよ。発表の瞬間にね。発表前に結果を知ってるわけですよ。だから同時に下がるわけなんじゃないですか。情報収集できてるわけですよ。もちろん売買自体は AI に頼んでると思いますけども、どうなるかっていうのを先に知ってるわけじゃないですか、その情報を。先に分かってれば別に誰でも勝てますよ。で、我々ができることっていうのは、これが何なのかっていうのをチャート的にテクニカルを追うってことはできるんですけど、まあそれに関しては私も配信はしてあって、これですね、もう3週間前から配信してあるんだけど、ここに行くと下がるよねっていうことを言ってあるところだったわけですね。だからここで下がったんだけど、でも使用発表前なんでやっぱりその瞬間はギャンブルになるわけじゃないですか。だから値動きがギャンブルだって言ってるわけですね。つまり指標結果っていうのはわからないわけなんですね。一般の人は知らないわけです。そもそも。で、それを知れるのも何分後かなわけですよ。何分後か人によっては4分、5分経って、民株の経済指標のところとかは基本的にフリーズしますからね。発表後。で、見れなかったりする人もいるわけですよ。結果がね。で、日経新聞のアプリとかがあれば、通知来ますけど、5分とか10分した後にね、遅いわけですよ。もう終わってるんですよね。しかもその瞬間に普段の日じゃないほど動くので、ギャンブルだよねって言ってるわけなんですよね。だから、さっき言ったように、それをテクニカルとして捉えて、ある程度リスクを取ってかけていくしかないよね、その瞬間に。そうじゃなければ、もうちっちゃい値動きでやっていくしかないわけですよ。まとめると、主発表後に終わってちょこちょこ動いてる時をやるか、普段の値幅のない小レンジを楽しむかしかない。または、ギャンブル的に上下をもう前もって決めて仕込んどく。発表前に。そうすれば取れるかもしれないけれども、50% の確率で損をする。どっちをやるかなんですよね。小波を追うか、大きな波を追うか。運が良ければ、使用発表後にうじゃうじゃしてて、そこから方向性が出るっていうこともありますので、運が良ければ、勝てるかもしれない。けど、大抵の場合は取り逃すと思いますね。はい。で、これがですね、関係ないんだけど、サーフィンのね、小波と似てるなというふうに思います。映像にあるように、サーフィン、私行くんですけども、大きな波がね、バーッと来ますよと。で、上手い人はね、そこで乗ってるんですよ。上手い人って、FX に置き換えると、関係者ですよ。結果がもう分かってる人とか、AI とか使って、情報を一番早く仕入れる人っ
っていうのは大波に乗れるんですよ。で、我々はもう小波、その大波の後でちょっとちっちゃいの立つんですよ。で、その大波が終わった後のちっちゃいやつとか、白波とかを乗るっていう感じになるんですよね。庶民はね。だけど、大波の人が基本的にサーフィンってその優先なんで、大波の人がバーって来たら、これ避けないといけないですよね。小波のとこにいる人。邪魔なんで。危ないし。そう。だから、大波から来る人を避けつつ、ちっちゃい小波でパシャパシャ楽しんで、怪我しないように帰るっていう。まあ、これが、庶民の FX ということでございます。まあ、ちょっと現実的な話を言い過ぎて面白くなかったと思いますが。次回はですね、FXCFD の時間割っていう話をね、させていただきたいなと思います。その持ち合いに極力巻き込まれないようにするための方法です。それではこの動画はこれでおしまいにしたいと思います。ありがとうございます。